今日のテーマなんですけど、副業っていうことで、副業であったり兼業っていうところなんですけども、村上さん、最近よく副業っていう言葉よく使うじゃないですか。はい。こう最近っていう認識あります？もう村上さんが働き始めた頃には副業っていう概念って結構広まってたのか。でも最近なイメージですね。ですよね。こううん。最近結構その政府関係者とか、あるいはい。は副業の勧めみたいなことを言う人も結構出てきていて、村上さんの会社ってあれですか、副業可能なんですか？副業はダメなんでしょうか？それともそんなことは労働契約に書かれてないのか？書かれてないんじゃないんですかね。でもどうですかね、聞いたことないです。うん、してはる人は。いはいはい。はい。企業によっては副業不可っていうふうにしてる契約に書いてるところもあるらしいんですよはい。ね。そもそもその副業兼業ってどういうことっていうので、厚生労働省が出しているガイドラインがここにあるんですけど、国としても副業兼業っていうのを進めていこうっていう話、促進していこうって話なんですよね。はい。ガイドラインの一番最初に書いてある理由として、副業兼業を希望する人は年々増加傾向にありますと。で、副業兼業を行う理由の第一番として収入を増やしたいってあるんですよね。はい。で、あるいは一つの仕事だけでは生活できないっていうところがあって、その次が自分が活躍できる場をっていうふうに、要はポジティブな感じというか、さらにチャンス拡大みたいなところもあるんですけど、まはい。ずはやっぱり収入を増やしたい、一つの仕事だけでは生活できないっていうところが、副業兼業を促進していきましょうっていう理由の大きなところなんですよね。はい。私自身もですね、いわゆる兼業というか会社勤めをしていて、はい。余った時間で今の、会社を立ち上げて、そこからなってきたんで、副業はその世の中を回していくとか、今の仕事に比べて、さらにやることが増えるわけじゃないですか、個人としては。なので、はい。世の中の活性化にはなるんだっていうふうには私も思うんですけど、ただ、その収入を増やすために副業をするっていうのは、結構ちょっと私すごく疑問があるんですよ。で、はい。うちもコンサル企業なんで、コンサルっていつも言ってますけど、今すぐやろうと思えばできるわけなんですよ。こうやって手をは挙げて会社登録して、しなくても個人としてもできますし、い。はい。なんで、副業としてコンサルをやろうっていう人が結構多いんで、そういう人たちと話す機会もあって、結構、ちょっと理解できないなとか、不思議だなって思うことがあるんで、そのあたりの話なんですけど、そもそも副業って何っていう話で、要は本業があって副業があるっていうことだと思うんですけど、で副業って何っていうことを私ずっと思ってるわけなんですよ。別に普通に仕事してますって言えばいいじゃないですか。はい。なんでわざわざ副業って言うんですかっていうのが疑問で、インターネットとかで副業っていう定義を調べていくと、単純に本業以外の仕事っていう風になるんですよね。はい。じゃあ逆に言えば本業って何っていうと、その人の主とする職業っていうことになるんですよね。はい。そうすると副業っていうのは主ではない職業であり、要は自分の得意な部分ではなくて、それ以外の職業っていうことですよね。で、主とするの、収入もその本業っていうところで得られていて、副業っていうのはその足しみたいな、要は収入を増やしたい、付随的に増やしたいとか、そういった部分になるとはい。思うんですね。で、私のまずはそもそもの疑問っていうのは、副業って言わずに仕事って言えば、本業と副業の区別をする必要はないっていうふうに思ってるんですよ。副業って言われる部分で、要は自分の本業ではないっていう仕事で、本当に稼げますかっていうのが、すごい疑問なんですよ。本はい。業で稼げない、もっと収入を増やしたいっていう人が、じゃあどうすればいいかっていうと、本業を頑張ればいいと思いません？はい。副業を始めて
だって本業で足りない人が副業で稼げますかっていうのがそもそもの考えというか私の疑問なんですよね。はい。で、副業って今そのいろんな形で副業って見つけやすい、インターネットでいろんなオファーがあったりとかして副業って見つけやすい、機会、例えばなんかインターネットがなかった頃なんて仕事をそういうふうに見つけてくること自体が結構難しかったと思うんですけど、はい。今はまあその副業のオファーとかって簡単に見つかるんで副業ってできるんだ、稼げるんだって思ってる人たちが多いのかもしれないんですけど、はい。まあ副業でやろうって思ってる仕事自体もそこに本業として働いてる人たちがいるわけじゃないですか。そこに対してその本業でやってる人を副業で上回らなきゃいけないわけですよね、はい。そこで生きていくっていうことは。それ、れで勝てますかっていう話なんですよね。はい。勝とうと思うんであればやっぱりそれなりの努力ってしなきゃいけないわけじゃないですか。はい。でそこに対して副業っていう考えが自分の頭の中にあればやっぱもうこれ副業だから努力も限られるっていう風なこう意識になってきて、でそこでもう稼げないっていうところなんですよね。なので、要は本業副業っていう風に分けるんじゃなくてもう全て仕事ですと、自分のやってる仕事ですと。でまあ時間さえが、例えば1日8時間をいわゆるその本業で使います副業って言われるのは2時間、その時間だけ区別していけばいいだけで、わざわざ本業副業っていう区別、それを持ってること自体が、まあ稼げない、副業で稼げないっていう一つの理由だと思うんですよね。で、まあ本当に社会的構成でいくと副業で稼げる率っていうのはやっぱり低いというふうに、まあ、これ統計を調べたわけではないんですけど思っていて、で私的にはこの厚生労働省のこの、副業兼業促進っていうのは、長年こう日本の給料が上がってないっていう現状をうまくそらすための口実でしかないと思っていて、これを実際に本当に飛んだ社会が給料が上がるか平均給料が上がるかっていうと私は逆に労働時間は増える、要は副業で頑張んなきゃいけないわけじゃないですか、効率悪く稼ぐ副業をね、当面は頑張んなきゃいけないわけじゃないですか、なんで労働時間は本業でうまく稼げる本業であっても労働時間を減らしてそこで稼ぎって減るわけですよ。で副業でうまく稼げない副業に無駄に時間を費やすことによって全体で本業を真面目にやってりゃもっと稼げたものが副業をやることによって全体の収入って下がる。なので、こういう副業の勧め、それで社会を豊かにしましょうっていうのは私としてはありえないと思っていて、社会の不満をそらすための、要はその経済政策として給料が上がってない現実をうまくこうそらせるための口実でしかないっていうふうに思ってるんですよ。副業をやるっていう時に本業でしっかりできない限り副業やってもなかなかまあたまに成功する人もいるんだと思うんですけど、なので副業をやるっていうことはやめて本業を2つやりますっていう、でその2つともしっかりやるっていうことですね。基本的には1つのことをしっかりできないとその2つ目のこともしっかりできないっていう結果になるわけですよ。なので本業をしっかりやって、本業というか今までやってきた仕事をしっかりやって、さらにもう一つ時間を増やして労働時間を増やしてやるっていうことを意識しないといけないっていうことと、あと、副業をやってる人っていうのは本業によって得られた給料によって自分が生きていけるじゃないですか少なくとも、まあ、足りないっていう人もいると思うんですけど、で要は本業が副業に対して投資してくれてるわけなんですよ。少なくとも副業で生きていけない今の自分の給料は本業から出てるわけじゃないですか。なので本業に対してちゃんと感謝してやらないと、よく我々が話してる人っていうのはもう本業はやらなくていいみたいな、副業でどうやって稼ぐか、本業ってやらなくても給料は出るんでね、なのでそのあたりの、考えっていうのをしっかり本業もしっかりやるで、本業のおかげで副業もできるんだっていうところで意識していかないと長期的に副業で成功したとしてもそういった本業をおろそかにするようなプロセスを踏んでやっていくと
長期的に本当に副業でお客さんをつかむっていうのは非常に難しいと思ってます。うちで働いている人たちに他のところで働くことって奨励してるんですよ。はい。でそのメインの理由っていうのはやっぱ他のことを見るところで、うちのいいところも悪いところも、感じられるようになるっていう、で他の会社のいいところも悪いところも感じられるようになる。で一つのところにいるとやっぱりちょっと、悪いところが目立ちすぎる傾向があるんで、他のところでいろいろ見てくださいと。ただその時に私が言ってるのは、全部の会社、全部の仕事に対してちゃんと真面目にやってくださいと。うちの仕事だけを、真面目にやるんではなくて、他の仕事、むしろ他の仕事がうちの仕事が副業みたいになるのも嫌だし、皆さんの、仕事に対してちゃんと本業として、あとは収入に応じて自分の時間を制御していけばいいだけっていうとこなんですよね。例えば今副業って言ってる人たちなんですけど、要はその本業を与えてくれる人も尊敬せずというか、ちゃんとした態度ではなくて、副業としてやっているっていうこと自体が仕事をくれてる人に対してすごい失礼だと私は思うんですよ。本当うちので働いてる人たちが他の会社で仕事をもらって、その人たちにこれ副業ですってやっていたら、これ多分私はうちの会社がそういう教育をしてるってすごく恥ずかしいって感じるんですよね。なのでうちは例えば自分たちの会社の中でもどんな仕事でも一生懸命取り組む。いわゆる例えば仮にその、本業と仮にうちの仕事を仮定すると、その本業の中でもいろんな仕事ってあるわけじゃないですか。その本業をお客さんに、サービスを提供して、収入を得るっていうことを一つの、塊とすると、その中にいろんな仕事があるわけですよね。でそこも例えば私も改めて考えてみたんですけど、自分の得意な業務もあるし苦手な業務もあるけど、でも全部やっていかないと一つのお客さんにサービスを全体として完璧というか全部やっていかないとできないわけじゃないですか。それも例えばこの仕事は苦手だから、あるいはそういった仕事に対して区別をしていくと、もう基本的にはいい方向には進まないっていうところなんですよね。でそういう仕事に対して差別をするっていう、要は本業と副業っていう差をつけるっていう考えがあると、それは決していい結果には結びつかないっていうところです。なので仕事をねどんどんいろんな範囲で広げていくっていうのもいいし、それを収入の増加に役立てるっていうのはいいと思うんですけど、全てに対して真剣に取り組めばいいっていう。なので副業ですっていう考えはやめた方がいいですよっていうことです。今日の結論というかお伝えしたいなと思うことは、まずはやっぱ一つの仕事をしっかりやりましょうと。で本業をもらってるんだ、それ集中しましょう。で余った時間、今まで他のことをやってた時間をもう一つ仕事を増やすんであれば、それも真面目にやりましょうと。時間的に1日は24時間しかないんで、本業って言われるその仕事で8時間以上使うんであれば、で何時間か寝なきゃいけない、ご飯も食べなきゃいけないっていうと、2時間とか3時間というような形で、その仕事をやることになると思うんですけど、それもしっかりやれば別に副業って考えなくていいんじゃないというところなんですよね。なので仕事を全て本業としてやりましょう。でかつ本業が自分の今の生活を支えているんであれば、それに対しての最低限というかちゃんとした努力はしましょうと。でかつ本業だけをとっても改善できること、効率を上げることっていうのはいくらでもあるんで、それをしっかりやっていけば一つの仕事で給料も上がってくるだろうし、それをやめて、その努力をやめて副業でうまく稼ぎましょう、そういうことは私は不可能っていうふうに思ってます。一つの仕事をしっかりやりきる、そうするとね、多分自然にいろんな人からいろんな仕事が入ってくるようになって、個人としてもいろんな仕事で生きていける。要は仕事の幅が、本業の幅がどんどん広がっていくっていうことですよね。なのでそういう副業っていうのは、いろんな人の不満をそらせるための言葉っていうこと、それに惑わされず与えられた仕事を全て本業としてしっかりやりましょうということです。はい。